浜川さんにいらっしゃいいただきました。はい、浜川です。お願いします。はい、本日なんですけれども、日本代表クラスと全日本ランカークラスと、いわゆる全国大会出場から、3回戦ぐらいまでの上級者、何ヶ月前とかそれぐらいのことですよね。のレベルの差について語ってもらおうかなと思います。私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。ディープな話ですね。変態的なもの、クソディープですね。ちなみに、浜川さんは、全日本選手権でベスト16入り、そして全日本社会人ベスト8、で、高校生だったり大学生だったりの各カテゴリーで日本代表の、経験があるというか、日の丸をつけて戦っていたと。シニアでは日本代表の経験はないということですね。で、私は、ランクの経験はなし、各カテゴリーでもなし、で全中で32、インターハイは一発負け、で全日学で64、全日本社会人で64、全日本選手権には、ジュニア2回出て、一般は多分シングル多分3回だと思うんですけど、1回勝って終わりみたいな、そういう感じのレベルだと。じゃあまず、浜川さんに質問ですけども、ざっくり、現在の日本代表、ここ近年5年ぐらいでもいいんですけれども、そこの日本代表と、全日本ランカーの差というか、そこら辺についてまずちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども。そうですね。と、あくまで自分に対してなんですけど、僕が例えば日本代表クラス、何人もやってる、何人も多分ほぼ全員でやったことあるんですけど、やった中で思ったのは、やっぱりできる幅というか、対応能力がやっぱ上に行けば行くほど、もちろん自分のプレーはあるんですよ。自分が得意なプレー、例えば水谷選手だったらしっかりボール入れるとかブロックとかやるし、丹羽選手だったらライジングじゃないけど、パパパパって結構ちょっと本当に派手なプレーもありつつ、ピッチの速いタックルをしたりとか、張本選手だったらもうバックが超速いとか、っていうのはもちろん前提の上である中で、でもそれ以外のところのやっぱ技術の質も高いんですよ。なるほどなるほど。質が高いって一言でまとめちゃったら、なかなか伝わりにくいんですけど、例えば回転量が思ってるよりもかかってるとか、思ってるよりもサーブが短いのか長いのか本当にギリギリまで分からないとか、もう本当細かいところですよね。見えない差もうそこは説明しようと思ったら多分いくらでも出てきちゃうと思うから、出てきちゃうですね。なかなか難しいとは思うんですけども、難しいんですけど、やっぱそれをやった時に今 T リーグとか日本リーグでやってる選手とかとも、僕もちろん日本リーグで時に試合した時もあるんですけど、そのレベルって言ったら悪いんですけど、僕と一緒ぐらいのレベルかちょっと上の、ランカーの中でも多分ちょっと強いレベルと、そうですね、言っちゃいけないけどまぐれでランク入ったとか、数が少ない、数が今まで入った数が少ない、僕もどっちかというと1回しか入ってないから、入るのも大変なんですけど、1回入っただけの人間と多分5回6回入ってる人だったらまたレベルが違うんですよ。安定感もあるし、違いますね、僕が言うことじゃないですけどそう安定感もあるし、っていうのもあるんで、だからそこに関してはやっぱりそこの細かいところで対応能力があるかとか、ないかとか、例えば同じサーブに対して自分が苦手なところを隠す技術が上手い人もいたら、苦手な展開に持っていかないとか、なんか本当にもう技術はそこまで歴然と差はないと思うんですよ。正直な話、日本の代表の選手と、今の全日本のランカーのトップの方、だいたいベスト4とかベスト8に入ってる選手で日本代表に選ばれてなくて、今候補でやってる選手とかも、そこまで差はないと思うんですけど、やっぱり戦術面、あとは精神面、精神面がやっぱ強いと思いますけどね。あと僕がシンプルに思うのは、勝ち続ける選手の特徴として、プレッシャーを負けたらダメだっていうプレッシャーの中で進化していってるんですよ。それがすごいなと思って、だから僕らのレベルやったら、やっぱり勝つのをやっぱ大前提にした上で、自分のプレーの中でどこまで勝負できるかっていうこのスタイルをそのまま持っていくんですけど、そのまま持ってこの中でちょっとずつ
広げるのか自分ができる範囲の中で戦術を広げれるのが、多分全日本ランカーに入るか入らんかというと思うんですよ。でもランカー入ってからそこからトップの日本代表、まあ例を挙げたら水谷君とかなんですけど、水谷君僕同級生なんで何回も試合したことあるんですよね。でも彼のその最初の方の卓球って基本ロビングで後ろ下がったりとか前でブロッキングとかしてそれこそワルドナーとかサムソルフみたいな海外でいうブロッキングゲームができる数少ない選手だったんですよね。でもそれがやっぱりその年を重ねるごとにプレーが攻撃的に進化していってて、今までドンって強いボールを打つイメージがなかったのにめちゃくちゃ速いボールを打てるようになったりとかっていう風に進化をしながらでも維持してるんですよね。なるほど、すごいですね。だからもう本当にそれは並大抵の努力じゃできないと思うし、だそこをあえてリスクも冒しながらでも負けちゃいけないプレッシャーの中でそこをチャレンジしながらやっていく、伊藤美誠選手とか最近でも、伊藤美誠選手とかでも多分その今の伊藤美誠選手のプレーと3年前とか5年前の伊藤美誠選手のプレーとか見たら、構え方から多分サーブの出し方、全部違うと思うんですよ。っていう風に彼女は特にもうすでに進化していってる、みたいな感じの中で安定した成績を残してるっていうのもあるから、それはどうやったらできるかできるか、精神やっぱ気持ちというか、そこに関しては多分もう僕でも分かんないというか分かんない領域でしてるんだなと。もうそれを分かんないなって思ってる時点で多分僕はそのレベルにいけないんだろうなっていうのはなるほど軽く思っちゃう。だそことまで突き詰めれなかった。全日本でランクに入ってもう満足してる自分がいる時点で多分目標設定がそこまでだった。なるほど。だから日本代表クラスになれなかったのかなっていう。なるほど。そこが浜川さんと日本代表で一戦で、一戦っていうの全員一戦でやってるんですけど、全員一戦でやってますね。大体そのプロツアーとかにもうコンスタントに出てる選手とか、世界選手権とかそのグランドファイナルとか、もちろんオリンピック世界選手権とかをよく出てる選手との差じゃないかなと思いますね。なるほど。いやでもそれでもやっぱり私でも浜川さんのこのサーブの動画いろいろここで撮ってるのを見たりとか話聞いたりして、それでもやっぱすごいなって思いますよ。いやこんなになんか考えてるんだなっていう、でもそれでも多分もっと考えてますみんなは。考えないとダメなんですかね。いやでも考えるのは大事だと思います。一応考える卓球っていうめっちゃ出してるんですけどたまにいるのは、すごい言ってることはきっちりしてるし、考えてることもきっちりしてても、いざ試合でできない人すごいもったいないなと思って、そこまで突き詰めてて考えててやってるのに、試合になったらできない人守っちゃうんですかね。守っちゃうし、結局なんかそのその一歩が踏み出せない。いやそれ僕ですわ。そうこうなんだよなで、それこそ強い球打たなきゃいけないしやるんだけど、試合ではいざ負けたくないからこう入れに行っちゃう。とりあえず安牌なところ、だからとりあえず丁寧に最低ラインを守りたくなっちゃう。だからその部分で言えば、僕が思うのはまたこの今の題材にちょっと戻るんですけど、上級者とランカーの違いって、競った時に、ミスをするかミスをしないかなんですよ。9級9オールとか9オールとか、10オールとか、ここ1本で点数欲しい時に、上級者とランカーの違いって、勝負どころでミスをするかしないかなんですよ。で上級者と日本代表クラスのところって9オールで、ミスしないのは当たり前なんですよ。そこでどんだけ相手の逆をついたり質の高いボールを返すかっていうレベルだと思います。そっちの上の方の話はちょっと分かんないですけど、さっきに話したミスするかしないかすげえ分かります。ですよね。僕なんかミスしないんですけどめっちゃ入れに行っちゃうんですよ。ボーンって返しちゃうから、相手がカーンってきて、やっぱりミスんないかみたいな。ミスしないのは大事だけど返すボールが質が低いから結局勝ち込まれる。ミスはしないのはもちろん大事なんですよ。そこでミスしちゃうのは上級者よりしてます。そうですね。上級者のところから上級者上位行った時には、もう入れるは入れれるけどミスする時もあるし、入れても質が低い。そうですね。そうですね。でも上の方は9オールとか10オールとかで普通にラボールぐらいの感じで全部やる。きついなそれ。いやそれでもめっちゃわかります。やっぱり僕ももちろん自分より格下と思われる選手とやった時には助かったっていうのがラッキーってなるんですよ。助かった入んねえのかみたいなし、その9オールの前のちょっと勝負をもう決めたいポイント、例えば8-6で勝ってる時とかの
うわそう入んないのかラッキー96だってなったりとか、1点差と3点差ってでかいんで、なるほど。だからそこはでもそこってやっぱ練習も大事だけど気持ちの方が大事だと思うんですよ、だって練習でできるボールが試合で入んないのはもう当たり前だからそうそれは普通ですね同じメンタルで入れない限りはあと1個聞いて、ちなみに世界のトッププレーヤーと対戦した経験っていうのも、おそらくあると思うんですけれども、ちょっと名前挙げてもらっていいですか。例えば中国じゃなくしに韓国でもいいしと結構前なんですよね、高校とかの時でも大丈夫、全然大丈夫。もうシニアの時やっぱ日本代表出てないんで、なるほど出てなくてやった時とかはその時韓国と当たった時に、そのリー・サンスーとチョン・ヨンシーもうやってますねバリバリで今もうバリバリなんかもうバリバリ見えないとこ行っちゃったんですけど強かったですか。いや強かったです普通に強かったですで強かったんですけど、やっぱボールの質が違いましたね。そこはやっぱり今の話でも言えますか。やっぱり日本代表ランカー上級者っていう中でも差はないんだけどやっぱあるんだけどないみたいな。あるんだけどないし、ないんだけどあるって言ったらちょっと矛盾しちゃうんですけど、でもなんか話を聞いてるとそうなっちゃいますね。でも例えばこの前のワールドカップとか、その他の世界選手権とかの試合、今回世界選手権延期になっちゃったんですけど、去年の世界選手権とか今のプロツアー、この前のプロツアーとかを見てて、やっぱその中国選手特に、世界のトップ選手と、やっぱその僕らでも歯が立たない日本選手が結局やっぱり中国選手とかとやったら歯が立たない場面も最終的にはやっぱりあるじゃないですか。やっぱりいいところまで行っても最後ここ1本取れないみたいな感じのところを見てたら、やっぱりそういうところがもっと中国の方がなんかそのボールの質っていうか、もうなんかそれ入んのみたいな、もうなんかネットスレスレのループをネットスレスレでカウンターするじゃないですかある、それミスル入るんかいみたいな、しかもストレートに打つんかいみたいなそれある。だから世界はだから本当にもうだからもう僕らで言う理想をもう現実にしちゃってるみたいな、僕らが思う本当に理想の夢世界ですよね。もう本当に夢世界でここをこうできてこうできたら絶対誰にも負けねえっしょみたいな思い描いてるやつを現実にもう具現化してるのが中国人。なるほどなるほどなるほどな。いやでもそれはやっぱりありますよ。自分でもいったと思ったら、いやそれカウンターかいみたいな、そのランカー選手の全国大会の決定戦とかってある程度全部技術できる、やりますね。もちろん、世界のトップも技術できる、けどこの技術の質の差だったりいろんな細かい質の差がやっぱり存在するって感じですよね。いやなるほど。だからもう数値で表しちゃったら、もうマックス10なんですよ。マックス10。でも5できたら試合で使えるって考えた時に、6、7、8、9でまず分ける中でもまた 9.4 とか 9.5 とかの多分世界になってる。さらに細かくなってさらにみたいな。そうさらにできる時10に近づいてるみたいな。でもどんなトッププレイヤーも、10の人はいないだろうというか、全部が10はいないんじゃないかなとは思うけど、限りなく10に近いのがもうそれこそファン・ゼンドンとか主審とかはだってもう何させても入るから、逆に何したら勝てんのみたいなそうですね。主審とかだったらちょっとこういうのさせたらチャンスはありそうだけど、チャンスはありそうだけど、そこばっか狙ってても彼を待つし、そうですね。そこの読み合いだったりけど、自分の球質がないとそこつけないとか、つけないし、相手にそこを使わせるような展開に持っていくまでできなかったら、結局それ以前にミスしてたらそれになる前に終わっちゃうしみたいな。いや卓球そうするとやっぱ難しいし深いですよね。改めて本当に終わりないこう総まとめというかしても、代表ランカー、全国大会出場の上級者、ざっくり言うとできない技術はないし、そんなに技術の差っていうのもないけど、でもやっぱりボールの質の差っていうのは存在するし絶対存在します。同じ周りから見てても同じドライブを打っているように見えても違うドライブ取ってみたら全然質が違うとか、差はあるけどないけどあるみたいな感覚ですよね。いやでも実際やっぱ立ってやると差はありますよ感じますもん外から見てたら全部できるよ、意外といけんじゃねみたいな感じになるけど、その意外といけるんじゃねって思わないことが大事だし、でもこれ本当に言い始めたら終わらない
いやでもまあ最後のこうまとめとしては、差はないけどあるけどないっていう感じです、って言うんでいいんですか？まとまってますいや大丈夫です。まあでも各経験聞けたりとか、まあ、日本代表と、まあ、浜川さん、まあ、ランカーの差であったり、ランカーの中での差であったり、ランカーと全国大会、まあ、3回戦出場から3回戦の差っていうのはないけどあるけどない、まあ、あるとしたらやっぱりそのボールの質の差であったり、幅とか逆を突かれた時の質、だから対応力ですよね。対応力っていうところなのかなというところでいい感じに編集しておきます。わかりました。はい、浜川さん今回はありがとうございました。いや、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、ほんとそれです。言い始めたら切れないし、それをやりたいけどできない自分にまた腹立つ。いやもうでも言い出したらキリがないわ、言っといてください、カメラで。マジで言い出したけど、だってここのフォア前にストップを止めれたら勝てるのに止めれないみたいな。そう、止まらない。練習だったら止めれるのにみたいな。いやでも総まとめすると練習しろみたいな。だ総まとめすると練習内容を工夫した方がいいですよ。まあ考えろならまあビデオで残してないけど、もう練習方法とかでもし例を挙げるんだったら、その上級の方に行けない人ってシステム練習しかしないんですよ。2本とか3点フットワークとか、まあ決められた、そうハルケンとか決められた練習しかしない。決められたシステムみたいな、なんか決められたもうシステムじゃないんだけど、そう、いやそうっすよね。だからそこはあって、でそこそこ勝てるようになったらやっぱオール系の練習をする人が圧倒的に多いんですよ。っていうかだってもう2本とかもうできるやん。できるし、そう例えば2本やるときでも全部同じピッチで打つ人は強くならないけど、フォアを強く打ってバックウィルク打つとか、前後で打つとか、フォアだけを両方ドライブで打ってバックをミートで打ったりとか、1本緩く打って1本強く、1本緩く打って1本強くとか、なんぼでも工夫はできるけど、その考え方の工夫ができない人は強くなるんですよ、やっぱり。もうまさに言い出したらキリがない。でもなんか日本の質も結構ちゃいません？やっぱり、一応さっき言った、まあ、同じピッチ同じ感じで打つっていうのを、前提にした時でも、僕の日本とそれこそ山田勢ので青森山田の人の基本練習質クソ高くないですか？クソ高い。焦りません？あれいつミスするんだよ。ミスしねえマジでみたいな。もう完全にザ山田の打球がそれですもん。上田とかの日本とか、待って遠征一緒に行ったことあるんで、上田の練習とかしたことあるんですよ。浜川さんに一緒にしたらいいよって言って、でそれで日本お願いしますってこうやってブロックしてて、また打ちやすいの打ってくれるんですよ。でまあ質も高いし止めやすいんですよ。待ってこれ上田これ1本で終わるやん。アップ1本で終わる。1本で終わるみたいな。いやそこやっぱりやっぱり山田勢の人たちは質高い。で質が高いっていうのは、まあそれをもっとちょっと言葉に合わせるとしたら、同じ質のボールとか、同じコースに同じタイミングで返せる。からブロックしやすい。ブロックもこっちもしやすいし、向こうもしやすいし、プラス回転もかかってる。回転量もあり、まあ、スピードもちゃんとある。球の質が高い中ででもボールは揃ってる。ボールは一定、もうこれが本当に一番質の高いものだと思います。だから見てて安心感しかない。ボールが揃ってるがゆえに、まあ、いつでもこう変化はさせれる。速く打ったり高速打ったりみたいな。そうなんですよ。だし、ちょっと狂った時でももう全部が安定してるから、ちょっとやばいと思った時でも調整できてるから。だから上田とかの試合見てたら絶対誰も勝てへんやん。まさに精密機械系のコンリンホイみたいな精密機械系。山田の人って結構両極になんか分かれるイメージがあります。その天才的なセンス系と精密機械系ですよね。努力系みたいな。もうそれが高木大也とかまさに別っすよね。高木さん完全に精密機械系で、大家さん完全にもう天才系やもん。もうフィーリングの上でやってるから。そうっすよね。いやでも基本練習のすごいなと思って、いつもどうやったらあれできるの？めっちゃ練習してるんだろうけど。本当もうマシーンですよ。マシーン。マジでズレがない。なんかロボットみたいにやってますよね。三部君とかまさにそうですもんね。センスケさん。
じゃあまあセンス系かどうかわかんないですけど教科書ではない。教科書ではないそれだけは言える教科書はないですね。まあでも確かに浜川さんのプレーを見るとこう手堅いっていうよりかは、まあどっちかというとファンタジスタ系ですよね。もう基本的に見てて安心できる試合はしてないそう間違いなく教科書というか、安定系ではないいやだから綺麗な卓球ではない、でもそれは個性だと思ってるし、別にその綺麗なフォームにしたから勝てるんですか、そうでもないし、逆に振り方が悪いから勝てないんですか、そうでもないと思うんですよ。ヨーロッパとかまさにそうなんで、もう自由。カルデラノとか両手でこうやってやるしねこう何でもやるし、だからこれをしなきゃ勝てないっていうのはないけど、大事なのはやっぱりこの打感であったりとか、やっぱそのボールを入れる技術、とかまあ入れる、あとは体勢崩れないとか、やっぱ結局最終的にフォームが綺麗、本当に世界のトップの例えばマロンとかファンゼンドンとか体勢も崩れない、きっちりしてる、でもえげつないプレーもする。最後はじゃあどっちですかね。やっぱきっちりですか。最後はきっちり僕はやっぱ最後はきっちりだと思う。最後はきっちりっていうのもやっぱり最終的に今日本、世界で勝ってる選手のトップがみんなきっちりしてるから、やっぱりきっちりしてない人って言うとあれですけど、この下克上は1回パーンはあるけど何回も継続は難しいかなって感じですね。結局対策されちゃうんで。なるほど。やっぱりこの能力値パラメータにこうムラがどうしても出てきてしまうっていう感じですかね。出てきてしまうんですね。だからそのムラが出て上の方にいた時には勝てるけど、下の方に勝てないってなるから、やっぱ難しいから、もう最強なのはやっぱレベルの高い、もう数値の高いもうきっちりみたいな。きっちりもうやっぱりそういう話を聞くと最後はボールを相手よりも多く返す方がっていう極論はもう本当にどこに来ても質の高いボールを返せるようになれば極論負けない。だからもう無理だろっていう境界線を作んないからですよ。だって今まで無理だろと思ってたことを中国選手がやり続けてるし美和ちゃんもやってるから、表でチキータって絶対最初無理だと思うじゃないですか。あれめっちゃ切れてるんですよ、見た目以上に。そうとかあるし、やっぱりそのファンゼンドンとかが今やっぱ下がったらやっぱ引き返したら損ってなってて、下がってのボールの威力が半端ないですもんねもう僕らからしたらもう決まったわと思ったボールを返したりとか、そっちに返せないっしょっていうボールを返せるから。そうっすねだからもうそれを返せないっしょって思ってる時点で自分の成長を止めてるんかなっていうのはあるんですいや多分耳が痛いとですよねでもそれは本当に今この状況で自分がもうプレイヤーとして一旦やめて、でそれでいろんな見方で卓球を見えるようになって気づいたことだから、多分まだ現役でやってた時には気づけてなかったかもしれない。難しいですね。続けたりやめたり続けたりやめたりした方がいいのかみたいな。これをやったら勝てるっていうのがあったら僕も知りたいですよでもそれ難しいけど、これやったら負けないは言えなくないですか。さっき言ったことじゃないですか。だからこれができたら負けにくくはなるっていうのは言える。でもこれやったら勝ちやすくなるはむずいですか。サーブ一概には言えないけど、でも一番チャンスがあるんだったら僕はサーブだと思う。そうですね。そうやっぱり個性が出るし、唯一自分発信でできる技術だし、サーブ以外の技術って試合の中で例えばチキータめちゃくちゃうまいです、っていう選手がいたとしても全部ロングサーブ例えば出されたら使えずにできねえよみたいな。でもサーブって絶対絶対2本ずつ回ってくるじゃないですか。だから絶対やる意味しなきゃいけないんですよ、で絶対できるから、そこを磨くっていうのは大事じゃないかな。直結ですよね。直結するっすね、カウンターとかをいくら磨いたりとか、僕めちゃくちゃ横割れ得意なんです。例えば横割れ得意なんですってあってもそこにボール来なかったらできないしそうするとやっぱサーブっていうのはやっぱ点に直結するし、ボール返すっていうのは失点をしないに直結するっていう感じですよね。でも返してるだけじゃダメだし、強い球を打たなきゃダメだしっていう。ミスしちゃいけないし。ミスしちゃいけないし。
そこをどこまで突き詰めれるかですよね。そうですね。まあでもその練習めっちゃきついんだよな。しかも練習だったらできるんですよ。試合でできないんですよ。僕は例えば最後の全日本ランク入った時も練習量は減ってたけど、その分そういうところを考えるようにして戦術を組んでいったら勝てたから、そこはやっぱ大事だと思う。だ逆にガンガン結構今まで住木の時とか試合前まで全集して逆に疲れ溜まってたんかなみたいな不安でやんなきゃ不安だみたいなそうあったけど。いやなるほどですね。いやでも自分もずっと練習してましたね。なんか練習しなきゃそうだもうそういうんじゃないですか、なんか負けちゃダメだからとりあえず練習しなきゃみたいな。でもずっと終わらないみたいな練習が終わらないですよ。自分が納得できないから僕もそれも結局休まんないから僕もだから最終的には試合前にやたらサーブ練習をしてる最悪困ったらそこに頼るしかないから。なるほど。いややっぱ努力の仕方ですね。そうするとやっぱり高校生とか大学生の時とかってまあこう目上の人とかからも練習しろよ、勝ちたいなら練習しろよみたいな感じじゃないですか、どうしたって。でも逆に大人になるとまあどうしてもこうできなくなるからまあ気持ち的にも、だから思考やっぱ変わりますよね。どんだけ練習せずに勝てるんだみたいな。そうどんだけ練習せずに勝てるのとどんだけこの練習時間が少ない中で勝負していくためにその短い練習時間をどう使うかみたいな。なんかそうですね。もう本当にすごくダメな人間っぽいですけど練習しないけどいや勝ちたいみたいなそれが究極すごい贅沢な悩み贅沢っていうかね厚かましいんですけどねガンガン練習してる人には申し訳ないですけどね、でもその思考を持ったからこそ全日本でのああいう結果が出た。なんか僕には合ってたんかもしれないです。だからそのやり方としてそういうふうに逆にもうここだけっていうので、もう当たる相手も僕の場合スーパーシードだったんで大体予測立てれたんですよね。大体一発目がそう彼が上がってくるだろう。でその下だったらスーパーシード同士だったら彼だろう、多分こっちは勝つだろう。でまあダメだったらこっちみたいな大体選べるじゃないですか。だからもうそこに対しての対策しかやってないから。なるほど。それは下から勝ち上がりと上で待ってるのはまだ違う。なるほど。やり方が違う。いやそれだよな。そうするとやっぱ勝ち上がるってなるとやっぱりこう幅必要なんですよね。いや対左でもこの選手は例えば左だけどフォア前がめちゃくちゃうまい。逆にチキータを使わない選手とか、この選手ロングサーブめちゃくちゃうまいんだよこの選手のこっちの巻き込み取りづらいとか、じゃあちょっと巻き込みに対してのレシーブだけ練習しとこうとかっていうのができるし、逆に自分のサーブの質確認しといて、本当に対人競技だからこそ言い出したらキリがない終わらないです。でもいやもうやっぱここ大事だわ、きっちり質高くここ大事だわ、質高くですね。あといかに質低くするんだったら逆をつくか。例えばよくあるのは結構僕もやりがちなんですけど、9ヨールとかでサーブちょっと長めに出るか出ないか出して右の選手に、だから絶対チョリクロスに来るんですよ。それ回り込んでカウンター。多分これ鉄板なんですよだそれ逆にこう出された時にセットオール9ヨールでできるだけ頑張ってゆっくりストレートに返すで逆にゆっくり返してるから回転もあんまかかってないから、相手も打ったら落ちるみたいなそうですね無理やり来れないみたいな。無理やり僕もこうやって無理やり持っていってるんでいやもう本当にもうじゃあ究極ここ大事、もうここだけは譲るなは入れる質高く特に競った時入れる質高くだから要はもうなんすかいろいろ言ってるけど、さっき話でも出たけど最終的には相手より1本多く返したらいいんですよ単純に話しちゃえばだいぶざっくりまとめちゃってもう本当に抽象的にまとめちゃえば相手より1本でも多くコートに入れてでそのコートに行った後にそれを相手にネットにかけさせるか地面に落とさせるかどっちかなんですよ。そうですね。そのための工夫がまあいろいろ自分の球の威力めちゃくちゃあるみたいな。球の威力高める、逆つく、質高めて相手が返せないようにする。確かに無限にありますね。まあそれは向き不向きですよね。浜川さんだったらボールの威力で結構勝負していったりとか、回転とかで勝負していったりとか、威力で勝負しに行くんですけど、それをタイミングをずらすっていうのは得意な人もいれば、なんかちょっといやらしいボール、相手が待ってないのボールをパッと打ってみるとか、ナックル性のフリック、プッシュ系のフリックする。だからそれ全日本で水谷君がストップしてて長く押し込む子あったじゃないですか、あれってすごい多分やりづらいんですよ。だからああいう点の時からこう起こすしかないとか、だからドーンっていけないですか。いやそこですよ。なんか
質高くの中でもこうポンポンポンっていうのがなかなか難しいんですけどねそうですね。いや僕なんかもう本当に僕だったらもうとりあえず返し合いに持ち込むとかですかね、その同レベだったら。でもそれ上の選手に通用しないっていうねでも言っちゃえば逆に言えばとりあえず入れる技術をつけたら自分より下の選手には負けにくくはなる、ですよね。わざわざ強いボール打たなくても勝手にミスるし、めちゃくちゃスーパープレーしても1点だしめちゃくちゃボンミスしても1点だからっていうね、バスケみたいにねスリーポイントで3点入ったらね僕もう全部こうやっていろいろやりやね、なんか芸術点みたいな彼はね入った時は3点相手は1点みたいなその試合を申し込むやったらちょっと面白いんですけど、ね、そういうわけでもないんで。そうですね。あとやっぱ最終的にやっぱ1点1点をきっちり質高いボール取れる人がやっぱ最後には勝つのかなと思います、その究極系が今のマロン、ファンゼンドン、主審あの3つ。だってあんなんがね、例えば世界選手権オリンピックでファンゼンドンと主審が2点ずつで3番マロンとかえげつないですよ。えげつないえげつない。どうやって勝つみたいなえげつない。1試合勝つのも大変なのに。やばいっすよね。恐ろしいっすよね、実際。その3人が来たら。3試合勝つのきついっすよね。でも本当にここのレベルの話は全部こっちにこう変えることもやっぱりできますし、その強豪校っていう意味でも、いや強豪校はそんな強い人集まってるからやっぱきついよっていうのもありますし。でも決して諦めずにやってほしいですよね。そうですね。同じ人間だからチャンスはゼロじゃないから。まあここに移れば移るほど脆さというか穴もたくさん出てくるという。僕ももう穴だらけですこのレベルでも穴だらけです。一歩間違えればあれだらけです。だからそれを頑張って薄いやつで穴開いてるように見せてるだけ。隠す技術うまいですよね。隠す技術ですね、大事なの。いやでもそうだな、僕も浜川さんまあちょいちょいこうやって球を打たせてもらって、まあなんかね一回試合したこともありますけど、やっぱり見て浜川君ってこんなタイプだな、だからこうやってやればこういけそうだなっていうのがあるんですけど、やっぱそこにボールを送れないこうしたいのにこうならないみたいな、こうしたいなるんで、結構そうなんですよ、持っていけないですよね。持っていったらいけるのに持っていけないです。持っていったらいけるまでは思ってないですけど、なんかそこの見えてる、もうその薄いのを透かして見える技術はあるのに、やばいそこまでに手出せないでしょ。そこめくれないでしょ。行きたいのにみたいな。いやそれめっちゃあるわ。多分それがもう多分上に行けばもっと、見えてるのにみたいな。全日本で言えば16と32の壁ってそんなに厚くないんですよ。なんかもう本当に紙一重ぐらい。なんかそれこそ、2位になった選手が、スパシ一発目で負けるって結構今言われてますよね、全日本の後って言われるぐらいだから、正直そこまで差はないんですよね。浜川さん的にはそのまあその1回ランクに入るのハードルと例えばどこぐらいまではそんなに変わらないですか？そのスーパーシードまでは変わらない。じゃあ64全日本で言っちゃえば、そうですね、その全部のまとめ、例えばそのセクションが分かれてるインカレとか、インターハイとかやったらまた別ですけど、本当に全日本だけで言えばスーパーシードのレベルって、上4人ぐらい、上3人かな、水谷、丹羽、張本以外は大体そんなに飛び抜けてるのは、まあ割合的に10回やって7回8回負ける可能性はあるけど、10回やって10回負けるような選手はないんじゃないかなって思っちゃう。その得手増えてでやった時にこのばらつきはあるだろうけど、あるだろうなっていう、絶対勝てないっていうのはないですね。こうすればなんとかなるんじゃないかみたいな。なるほどっていうのはあるけど、でもこうすれば勝てるんじゃないかっていうのができないできるできないで多分変わってくる。なるほど。最初に言ったこの幅ですね。とあとは気持ちのところで、やっぱ勢いのある若手の選手が今年の全日本特にやっぱ上まで行ったじゃないですか、ああいう時に例えば松島空君もジュニア決勝まで行ったじゃないですか、みたいな感じでやっぱ年下というか、自分の方が下と思って思い切っていくプレーの選手の方が怖さはあります、やっぱり。なるほど。でもそれに負けないのがやっぱりこの上の方。それはやっぱ対応能力がある。例えば水谷君とか、水谷君は特にだと思うんですけど、全日本13回連続決勝行くってまず無理だと思う。だからもうそれは何なんですかね。
備力とはまたちょっと若干話は違うって感じですか？守備力というかもう経験というか、もうその戦い方、離れもあるし、多分そのこういう例えば同じピンチで、僕なんかが多分いきなり今全日本に出て、例えば7セットマッチで 0-3 になった時の心境と、多分そのトップ選手の方が 0-3 になった時の心境って多分違うと思うんですよ。で 0-3 になってもここからこうまくれるっていうビジョンがあるけど、僕の場合はやべえもう負けるみたいな0-3 もうやばいみたいな真っ白になる状態みたいな感じもあるから。やっぱあるんですね。ありますあります。全然ありますよ。普通にあります。でもそこはでもなんとかかんやらとりあえずその中でちょっとずつ相手がノリノリで止めれない時でも1個ずれれば崩れるっていう可能性もあるから、そこをちょっとずつ見ながら試合をできるようにはなっていったんで、だから別に 1-2 とかで負けてても4セット目5セット目取れるビジョンを組もうと思えば組めるし、0-2 負けでもそんなに焦んなかったりも今までよりかはするようになったんで、多分でもそれもそういう考え方ができるようになったことで、多分それが同じ技術を持っててもその考え方ができなかったら、多分もう負けてるんですよなるほど、だからそれはやっぱ思うのは、トップ選手の方が引き出しが多いというか対応能力が高いんですよね。なるほど。その対応能力を高めるにはどうしたらいいですかね？対応能力を高めるときに、僕が結構高校の時くらいからその対応能力、僕も結構高校の時結構もう淡白な卓球だったんですよ。サーブって全部振り回せみたいな、上の目がそういう卓球だった時に、やっぱそれが自分が攻めれなくて自分がブロックだった時に勝てないと、でも自分が攻めれたら勝てると、でも試合で 100% 自分が攻めれることでなかなかないじゃないですか。ないですね。ならそういう中でもよく練習してたのは、例えばもういろんなボールを取る練習、例えば僕がスイーキーの時でもよくやった練習として、ミドル前にナックルサーブ出して相手にいろんなレシーブしてもらう、でその3球目を例えば10球連続ミスしないと、でもレシーブ何でもいいです、ストップでもツッツキでもフリックでもチキータでも、ストロベリーか、何でもいいと。の中でやれば3球目どのボールに対してもある程度対応できるようになってるんですよ。で今度10球連続例えば入るようになったら、次その10球連続を全部3球目で決めに行くぐらいみたいな感じで質を高めていく。順番としてはまず入れること、まずランダムっていうかボールに対して入れること、ミスらない。で次例えばランダムの中で例えばバック半面に来たボールは全部強打、フォア面に来たボールはとりあえずミスしないっていう、まずは場所だけ決めての質を高める練習。いきなり全部質高めようと思ったら難しい、ミスっちゃうそれはもう全然本末転倒ってなっちゃうんで、っていう風に段階を組みながら、いろんなボールに対応できて、っていう風に練習をしていけばどのボールが来ても一応質の高いボールで返せたり、自分が待っているところと違うところに来ても体が動くようになります。いやーそれはやってねえなとにかくミスしないようにしてたでしょ。とにかく負けないようにっていう、そこはやっぱり思考の結構違いですね、私と。いやーなるほど。だからやっぱ日本代表クラスって逆疲れたりとか待ってないコース来てもそれ対応能力強いんですよ逆疲れてるのにまだそのクオリティでボール返ってくるみたいなこっちは逆に逆疲れるみたいな。なるほど。でもなんか僕の感覚なんですけど、浜川さんも徳島出身ということで、言い方悪いですけど、田舎ですね。僕も大分出身で、田舎なんですけど、でも浜川さんは結構幼少期から全国の、そのカテゴリーでいうとトップにいることが多かったで、その感覚を多分なんとなく持ったままこう来てるかなっていうのはあるんですけど、僕マジでそういうのなかったんで、なんか感覚がないんですよ。このクラスの人って何するんだろう。全国の 1,2 回戦の感覚は分かるんですよ。こんな感じねみたいな、しっかりやっていけば勝つ。でもランケツぐらいの選手とやると途端にあれなんかプレー違うみたいな、強いみたいななんか最初からしっかり打ってくるみたいな様子見とかない、その人の様子見なんでしょうけど、なんかその例えば、上宮、近代、日本リーグの一部、住金っていう中でなんかその自分がこうプレーをする界隈の感覚が変わってきた、そういうのってあります？僕的には明豊に上がった、そうすると九州のトッププレーヤーの人たちとやるっていう感覚、仙台に入ると全国のトッププレーヤーの人たちが仲間にいるっていうで、こういう質の感覚っていう、そこで終わっちゃったんですけど、あんまりそういうのは
ないですか？もうないっすね。基本はどこに行っても全国でどう勝とうみたいな感じのポジションの状態でやってたから。なるほどなるほど。やっぱりなんかそこら辺で環境っていうのは大事ですか？大事です。環境はマジで大事ですよ。環境はマジで大事。環境と意識。環境と意識っすね。環境と意識と、だからまああとは自分がどうなりたいか。だから本当に多分だから厳しい言い方かもしれないけど、やっぱ強くなりたければなりたいほど犠牲は多いと思うんですよ、ね。で僕ももちろん高校に上がってから本当に卓球強くなりたいから地元に残りたかったけど、あ、そうですか。本当は地元に残りたいっていう気持ちもちょっとあったんですけど、友達もいっぱいいたから。でもやっぱりその卓球でもっとやっていくって決めたから大阪に出て、でそれで卓球生活も完全に卓球のできる環境に入った状態でやったし、結構まあ捨てたものって、まあそれよりも多分もっとそれこそまた同級生で水谷君の名前出したらあかんけど、潤の場合だったらもう中学校の時からドイツ行ったりしたりとかしてもう本当に武者修行で厳しい環境下に自分を置いてやってるから。なるほど。僕らが県外に行ってる時に彼は外国に行ってるんでその時点でもちょっと違うんですけどいやそうですね。それは結構違います。行ったら絶対強くなれるかって言われたら、結局自分次第なんですよ、その環境が全然良くないところで例えばやっても、強くなる人は強くなるし、環境がいいところに行っても強くなる人は強くならないけど、結局は自分の意識だけど、でも行った方がいいと思う。そうですね。それは確かに間違いないですね。いやなるほど。ここら辺はなかなか聞けないというか、私も感覚がない話、全国ランクというのは。いやでも入るチャンスあったかな。でもあとそれともう一つ思うのは、僕ももう結構引退間近ぐらいにやっぱいろんな、まあそれも環境なんですけど、トップ選手とかとやるようになって試合とかするようになって何回も思ったのは、ネームバリューに負けちゃいけない。だから誰々君とか誰々選手だ、僕も最初結構そのミーハーな部分があったんですよ。自分もそこにいたけどミーハーな部分があって誰々さんだって、次誰々さんの試合に行ける。例えば年が近かったりしたら、例えば東京アートの高木さん、大家さんとか、それこそカルベさんとか、一つ上なんですけど、とか、もうリコにいた瀬山さんとか、僕からしたらもうトッププレイヤーなんですね。トッププレイヤーでやってた中で、この人と試合できるみたいな。もう楽しくやろうみたいな、もうこのワクワク感の勝つ負けるじゃなくてこの人と試合できるみたいな感じでなってたのが、やっぱその勝たなきゃいけないとか、そういう環境下においてその人が対等でやっていかなきゃいけないと思った時は、同じ人間だから、そこまでぶっちゃけ別にボールから火が吹くわけでもないいきなりボールが消えるわけでもないそんな技術は持ってないルール上の上で何かするだけだから、そこまで別に意識はしなくていい、同じ人間だから、同じ人間だからやっぱスポーツやってみなきゃ分かんないから、卓球ってだから本当にもうそれはそこは結構大事。いやかなり大事です。だからもう入るときにこの人強いんだと思って入っちゃったらもうその時点で負ける、やっぱり。いやそれ僕もインターハイの時実は上宮とやってるんですよ、3年生の時に、でもまあ僕なんか多分浜川さんはこれ超ミーハーなんですよ、雑誌の人だみたいなもう田舎者だから基本がだから今もミーハーなんですよ僕、ぶっちゃけまあ専修大学の後輩だと三瓶君とか写真撮ってもらえないかなっていうまあすごい田添君とかミーハーなんですけど、やっぱ上宮とやった時もう僕1期生なんで上宮だよ、もうジャージとかカバンとかもう全部揃っちゃってるみたいなすげえとか思ってやったんですけど、あれなんか意外とポロポロミスるなみたいな。そんなもんじゃないですか実は。あれみたいな。なんか拍子抜けした、まあ、結局負けたんですけどね、僕セット類で負けて2番ボコられてダブルセット類で負けたんですけど、なんかやっぱそこら辺ぐらいですね。あれあんまりすごくないみたいな。多分それが今の全日本ランカーに入るか入らなかったりする僕ぐらい、でも多分僕も一応全日本ランカー入ってるとか、例えば過去に水谷君に勝ってるとかいう肩書きの上でパッて入った時に、みんなそれだけで萎縮しちゃうんですよ、だからこっちは大したプレーをきっちりしてるだけなのに
強かったみたいなことっていう錯覚に陥るんですよ。だから強い選手とかに関してもいやいや同じ人間なんだからやってみなきゃ分かんないよぐらいで、卓球プレーをした方が絶対にいい。いやでも本当ねその感覚ですよね。私の後輩浜川さんと同い年の海君なんかも結構同じタイプで、いやもう強い人できるから楽しまないどれぐらい自分ができるか試さないと損ですよ下川先輩。もう僕とかはどんぐらい僕らなんだろうな何もできなかったら嫌だな何もできなかったら嫌だなと本当に何もできないですけどもうみたいな。そういう時に意外と相手がポロポロミスし始めてでそしたら今度自分いけるんじゃないかと思って逆に今度力んじゃうんですよ。いけると思ってそれはでも僕のこの精神構造精神状況は多分っていうか絶対良くないです、もう勝ちを拾えるところにいるのに拾えなくなっちゃう、拾えるものも、っていうのでもうすごくレベルは違えど一緒なんですね。多分一緒ですよ。多分トップでやってる選手の話もあんま聞いたことはないけど、多分トップの選手で、例えば中国人同士でトップでやってるのも、多分中国人はだからその分なんで強いかっていうのは多分もうそういう意識がないんやと思うんです。だから僕らからしたら知らねえの名前のやつが普通にマロンとか出身に多分ガンガンやってるのは、多分そんな感じなんですよ。自分の方が強いと思ってやってるみたいな。だそういうのを今の多分だから高校生とか中学生って僕らが中学生と高校生の時って実業の選手と試合する時にあの人だみたいなそうグランプリのあの人だ日産の人だ今グランプリ日産ないですけどだみたいな感じで試合してもらっただけでもありがとうございましたって高校生とかになってたけどでも今ってもう高校生がなんかもう社会人とかの人にも勝って当たり前のみたいな感じでガッてくるじゃないですか。でもあれは僕もいいことだと思います。なるほどなるほど。いや確かにそうなるとやっぱ時代は変わりましたよね。変わりました。今回の全日本とか特に。でもそういうのを別にその若い子だからだけど特権じゃなくて、別に自分より年下とやる時もその気持ちでやっていいと思います。なんか全日本なんか宇田君とか例えば戸上君とか全日本ベスト4とか優勝してるけど、いやまだお前らの方が年下やからかかってこいよぐらいの気持ちでやってもいいんじゃないと思ってなるほどなるほど。やっぱ気の持ちようというかなんか自分がどうなりたいかどうありたいかっていうのは結構大事ですね。だからもう本当に上までいけば、僕も思ったのは技術量よりも精神面とか戦術面の方が大事だと思います。技術はそんな変わらんです。微妙に細かいところは意識の差で全然違うけどっていう。結局なんかそのいろんな動画とかも今回出させてもらったりとか今してて、コメントとかでもこのレベルで上までいけないんだ日本レベルな、日本代表とか代表にとかやっぱ日本代表はもっとレベチだなって言ってるけど、実力自体は僕の中で過大評価してるわけじゃないけど、そこまで変わんないところもあるけど、やっぱその組み立て方とか試合の仕方、気持ちのメンタルで勝負どころで勝負をかけれるかかけれないかっていう駆け引きのところがやっぱり違う。やっぱ違うって。やっぱり違う。違わんけど違うみたいな。ここ1本欲しいときに普通だったらミスしてくれるような質で返しても返ってきちゃうからでそれ準備してない自分がもうみたいな。いやーすごいわかるな。そうレベルの差は違えど、なるほど。多分それは多分そのどのセクションも一緒です。例えばそのシャーさんよりまだまだ下のレベルの人たちの多分勝つか負けるかのやる時も、では僕が例えば今のもう引退というか試合は出てないけどその時に同じぐらいのレベルとやる時も多分トップの選手で例えば水谷丹羽とかがやる時も、多分そんなに大幅には変わらないと思うんです。ただその内容が濃いとか、もっともう本当に質のこれぐらいのところをやり合ってる。でも本当上のレベルはもうこんなもんなんですよ。こういうレベルででもこれ結構これが大事、これ大きいみたいな。例えば115ボールのこの1本とかこれで全て変わったとか、なんかそれぐらいの多分レベル。しかもその1本もこれをこうする予定だったのにちょっとこうなったからこうなったからダメだったとか、ストーリーがどんどん変わっていくみたいな、その後のストーリーが変わっていくみたいな感じの多分次元だと思う。なるほどなるほど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点、感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。ご声援よろしくお願いします。